長様、市長様、獣人たちがゲートを越えました。冗談のつもりか？ちっとも笑えないぞ。冗談ではありません。監視カメラの映像をご覧ください。これはゲートをどうやって越えた？あいつらの能力じゃ絶対に越えられないはずだろ。獣人たちと妖精たち、いや、あれは人間がエーリアスに。カット編集中止市長殿、どうされたのでありますか？なんで中止かだと？今の状況が見えないのか？これ以上はエルフ劇場市長様の1週間で放送できる内容じゃないだろう。そうでありますか？さっきまでは良かったのに。人間が現れたってことの何がいいんだ？あれはただの都市伝説じゃないのでありますか？あまりにも退屈な視聴参加みたいな内容で進行していたので、何かインパクトを加えようとデタラメを言っているのかと思っていたのであります。いや、監視カメラの画面に全部映ってるだろう。いつも散らかってる机とか CG で綺麗に修正してるじゃありませんか。てっきり元の映像を加工したものかと。今回は本物なんだよ。映像の加工なんてしてない。ちょっと待ってください。それじゃあ本当に人間がモナティアムに現れたと、そんなことがありえるのですか？それは私もよくわからないんだよ。私たちがエイリアスにどうやって到着したか説明できるか？市長殿が作った次元ドア装置によってであります。私も意図してやったわけじゃない。あの時確かに母星の宇宙ステーションの座標を入力したのに。こんな砂糖に執着するバカどもの世界に来たかったわけじゃないんだ。私たちもそれは分かっていますが、しかしそれでこれからどうされるのでありますか？どうするも何もすぐに対策班を組んで。いや、そっちではなくてですね。エルフ劇場市長様の1週間です。今日の夕方までに完成させて宣伝班に送らないと。おい、今それが問題なのか？問題ですよ。今夜の教育訓練の放送1時間がパーになるのですが。放送がパーになろうと関係ない。すぐに各班に連絡してビデオ会議に参加しろと伝えるんだ。人間の処遇をどうするか決める。了解であります。緊急連絡網を回して招集します。エレナ様、本当に会議をするつもりですか？普段はそういった手続きを踏むのが非効率的だとおっしゃられていませんでしたか？エイリアス漂着以来初めてのことだよ、アメリア。これほど重大な問題は他の奴らの意見も聞いた方がいいかもしれないと思ってな。それとも何か特別なアイデアでもあるのか？ありませんが、心配なだけです。エレナ様の考えを曇らせるバカどもが大騒ぎしそうで。それは心配いらない。私がうまく丸め込むからな。さすがエレナ様です。私たちを人間の魔の手から救ってくださったお方。必要な時だけ他人に頼る強量な判断力を信じます。あ、うん。
とにかくそれじゃあ始めようか。もしもし？聞こえますか？もしもし。聞こえてる。私がマイクのミュートボタンを押したままだったのを忘れてた。それでは各班の代表者全員がつながったということですね。緊急対策会議を始めます。会議に先立ちエルフ帝国の宣誓を行います。皆さん席をお立ちください。宣誓。私は誇り高きエルフ帝国の市民として。そんなことをしてる場合か。ここは故郷じゃない。観察班もいないのに誰の目を気にしてるんだよ。まったく。省略するでありますか？それはダメだ。耳が。訓練班、音量を抑えてください。我々のルーツを忘れてはならない。エルフ帝国の宣誓は多次元や辺境惑星においても我々に安寧をもたらす心の拠り所である。おい、その辺にしてくれないか。ここは私の町だぞ。最高元帥が統治する母星じゃないんだ。今こんな無駄な話をしてる間にも人間どもが私たちの町を荒らし回ってるんだ。さっさと会議を始めてくれ。ダメだー。アメリア、訓練班のマイクを切れ。はい。功績がなければあんな奴はさっさと引退させているところだ。無駄に肩書きを与えたせいで余計なことばかりする。エレナ、お困りのようだな。なんだこれは。その声はどうした？スピーカーが壊れたか？諜報班です。秘密維持のために声を変えたいとのことです。無駄なことしてないで変調を消せ。そんなことで揉めてる場合か？人間への対策を早く話し合おうと言ったのは君だろう。まあそうだけど。もういい。それでなんだ？何か意見があるから話に割り込んできたんだろう。さっさと言え。市長、このモナティアムで唯一まともに機能している班が我々の諜報班だということは知っているだろう。まあ、ある程度はね。我々はすでに最高のエージェントを派遣し任務を遂行中だ。本当か。でもどうして知ってる？会議の前に共有した情報はなかったはずだが。もちろん君のパソコンをハッキングしているからだよ。最高指導者の個人情報を探り指導部より多くの権力を握るのが諜報班の基本だぞ。おい、それはやめて。これを見てみろ。今はお互いに争っている時間なんてないだろう。後で覚えていろよ。さすが諜報班です。エレナ様のあんなことやこんなことまでいつの間にか把握していたとは。それで派遣したエージェントはどうしている？人間に攻撃されていないのか？もちろんだ。人間を騙して自然かつ安全に機密情報を探っている最中だ。どうしても気になるならエージェントに取り付けた監視カメラの映像を見せよう。自分たちが派遣したエージェントすら信用せずに監視カメラをつけているのですか？さすが徹底していますね、諜報班は。もちろんだ。裏切りが日常茶飯事であるエージェントたちの管理には必須だ。さっさと見せろ。人間どもが何をしているのか見ようじゃないか。落ち着いてください。女王様がおっしゃることにも一理あります。実は私もそろそろ限界です。何はともあれお腹を満たさないことには。それでしたら私についてきてください。私はガイドですから、いいレスト
トランを知っています。最後の晩餐と呼ばれるほどの美味しい料理が出るお店ですよ。あおい、君たちの最高のエージェントって観光ガイドなのか？いや、これは何かの間違いだ。そうだ、最高のエージェントの策略だ。食事に毒を持って人間を排除する計画だろう。お言葉ですが、エイリアスにおいてそのような方法では生命体を排除することはできませんよ。黙れ、イムハン。会議なんてやらなければよかった。かつてエルフたちは人間の母星地球を侵略した。宇宙を旅するエルフたちは進んだ技術力を信じて攻撃を仕掛けたが、国家体制が登場して以来数千年も内戦を繰り返し、その戦闘で鍛えられた地球人は決して侮れない相手だった。前衛隊があっけなく敗北し、全員が捕虜となり、強制労働施設で恐ろしい時間を過ごさなければならなかった。その時に刻み込まれた人間への恐怖。果たして最高指導者はどんな決断を下し、この事態を打破するのか。分析班、君たちは黙ってろ。分析は全部終わってからやれ。いいから静かにしてろ。諜報班、エージェントローネが進行中のあれは本当に作戦なのか？もちろん、エージェントローネはモナティアム最高のスパイだ。カンナ、諜報班の言うことが本当かどうかクロスチェックしろ。了解であります。鎮圧班からエージェントローネに通信します。なんだと？作戦中のエージェントに勝手に電話するふむふむ。ほほふむ。市長殿、人間に温かいご飯を食べさせてから本業に戻ると言っていますが。諜報班は今日で解散だ。あいつから刑務所にぶち込め。待ってくれ。本当に解散させるつもりですか、エレナ様。エイリアス各地で活動中のエージェントがかなりいるはずですが。分かった分かった。はあ、他に何か言いたいことがあるやつはいるか？おいおい、本当にないのか？君たちの飯の種は税金だぞ。せっかく雇ってるのに、こんな重要な時に何もできないのか？使えないやつらめ。エルフたちにとってこれはチャンスだった。ある者は言う、エルフたちは裏切りの種族だと。エルフはチャンスがあれば必ず裏切る。裏切りたくなくても裏切り、裏切りたくても裏切る。普段裏切らないのは裏切りという本能すらも裏切っているからだ。今エレナがこの事態を解決できなければ彼女の立場が危うくなるだろう。そしてそのチャンスを利用してモナティアムの最高権力者になることもできると。皆が人間の登場という最悪のリスクに直面しながらも、かつてないほどの裏切りを通じてかつてない利益を得られると考えていた。分析班、君たちは黙れと言っただろう。野球中継みたいにいちいち解説するな。確かに一理あると思う。今のは誰だ？正気か本気か？本当なのか？君たちがみんなそう思っているっていうのか？もういい。もう必要ない。この役立たずどもめ、私一人で何とかする。やはり何の成果も得られませんでしたね。信じられるのは
エレナ様お一人だけです。疲れた。はい。たまには弱音も吐きたくなるさ。私一人では大変だ。エレナ様。今日もただ平穏な一日が過ぎると思っていたのに、そう思っていたのに、災難ってのは突然訪れるんだな。たとえ原始中世時代の次元に落ちても、せめて人間の手から逃れられたから幸運だと思ってたのに、もうそれすらないじゃないか。大丈夫です。エレナ様は同族を救ったお方です。一度成功されたのですから二度目もできます。しかも今回はたった一人の人間じゃないですか。エレナ様、お早めにご決断を。私だっていつも全てを知ってるわけじゃない。もしあれが人間の石膏だったらどうするんだ。次元を超えて追ってきて私たちを捕まえに来ているとしたら、本体がどこかに潜んでいたら、待ち伏せ作戦だったら、実はエイリアスが成功に作られたシミュレーションの週間施設かもしれないのに、捕虜の時に仮想現実装置のようなものを作っているという話も聞いたこともあるぞ。それってただゲームに使うものじゃなかったですか？可能性の話をしているんだ。あまりにも深く考えすぎではないですか？相手が人間とはいえ複雑に考えすぎだと思います。知らない。私だってたまには誰かに頼りたいんだ。いつも一人で全部やるのがどれだけ大変かわかるか。エレナ様、それなら私に。画面だけ消したようですが、音声は全部聞こえているであります。なんだってすぐにコードを引っこ抜け、アメリア。はあ。エレナ様？はエレナ様？なんだい。かなりお疲れのようですが。当たり前だろ。いつもなら心穏やかに妖精たちを利用することを考えているだけなのに、人間が突然現れたからですか？君だって同じくらい慌てているんじゃないか。アメリア、君は人間のことを考えるだけで震えていたのに、どうしてそんなに冷静なんだ？冷静ではありません。エレナ様ならうまくやってくれると信じ、極端に依存することでやっと耐えているのです。でもエレナ様が小心者みたいに不安がっていると、私もそろそろ限界です。本当に何の方法もないのですか？ちょっと考えさせて、すぐに答えるから。エレナ様、このアメリアが一言申し上げてもよろしいでしょうか？いつもは無遠慮に話すのに、どうした急にかしこまって。無遠慮ですか？そんなことありましたか？さっきも言ってたじゃないか。誤解です。私には純粋にエレナ様を憧れ尊敬する気持ちしかありません。早く言いたいことを言ってくれ。私はまだ覚えています。ん？初めてエイリアスに落ちた時、いえ、人間たちから最終的に逃れたその日、エレナ様の超越した行動力と決断力、そして温かくも退屈なほどの小市民的な性格、黄金比をなす完全さと不完全さ。わかりやすく言え。それは褒め言葉か悪口か？組み立て工場から少しずつ持ち出した部品で作り上げた次元ドア。一人で逃げればいいのに、できるだけ多くの同族を連れて行こうとして捕まりかけた愚かさ。同族全員を連れてこられなかったことに悲しんでいたその顔、私はまだ覚えています。そうか。それを全部覚えているのか。エレナ様ならやり遂げられます。一度危機を乗り越えても
危機はいずれまた訪れるものです。私の知っているエレナ様なら今回も乗り越えられるはずです。このアメリアは信じています。ありがとう、アメリア。どういたしまして。なんだ、どこへ行くんだアメリア。おい、突然何をそんなに急いで行く必要がある。確かに昔はうまくやってたよ。結構運も味方してたけど、やはり切迫していたからか。これがダメなら終わりだみたいな気持ちで動いてた気もするな。ぼんやりしてきた。エイリアスに落ちてから随分変わった。だんだんと変な雰囲気に染まっていく気がするんだ。私だけでなく他の連中も今ほどおバカじゃなかったはずなんだが、今のポストについている連中、もともと私より階級の高かった将校たちだったのに、故郷の将校試験のレベルを考えるとこんなに間抜けなはずがないんだ。エイリアス、今になってよく考えてみると本当に奇妙な場所だ。この世界が私たちを変える魔法でもかけているとか、それとも単にこの世界の平均知能レベルが低くてだんだんと私たちも頭を使わなくなっている。現地住民に一度聞いてみるか。今モナティアムに訪れているあいつなら。はあ？今なんて？耳が短くて聞こえなかったのか？この世界に知力を下げる魔法のようなものがないかって聞いてるんだ。そいつのせいでみんなこんなにバカになったんじゃないか？言ってくれるじゃない。あなたの目の前に宮廷魔女の2番手がいるのに、私もバカ扱いってこと？確かに。すまない。人間が現れたせいで頭がちょっと混乱してるみたいだ。人間ってそんなに怖い存在なの？体が少し大きいくらいで大したことないように見えるけど。見た目だけで判断するな。よく知りもしないくせに簡単に言うなよ。確かに相手についての情報がなければそれは未知数ということね。後で何があるかわからないからちょっと調べておくのも悪くないかも。じゃあ説明してエレナ。人間ってどんな存在なの？狡猾で容赦のない嘘つきだ。もっと詳しく。そんな風に言われても判断できないから。なんというか、人間はいつも準備万端なんだ。何が起こるかわからないのに常に未来に備えていると言うべきか。どういうこと？例えば私は今まであんなにたくさんの保険を見たことがない。保険が何だっていうの？普通のことじゃない？健康の悪化に備える保険、住宅の破壊に備える保険、失業に備える保険、保険詐欺に備える保険、旅行する時も保険、車に乗る時も保険、船に乗る時も保険、飛行機に乗る時も保険。そんなにお金をかける必要なんてあるか？確かに多い。心配性をこじらせた種族なの？そうだ、だから失敗したんだ。空を飛んでいただけなのに急にミサイルが飛んできて私たちを攻撃したんだ。外宇宙侵略保険みたいなありえない保険を持っているやつらなんだ。ミサイル？まあいろいろと準備が万端だったってこと？そうだ。そして夕食にソーセージ炒めが出ると言っておいて、実際には黒豆の煮物を出す冷酷なやつらさ。食事メニューは状況によって変わることも。うるさい。
君だってさつまいもの天ぷらが出ると思っていたのに、マカロンみたいなのが出たら怒るだろうが。ところで、人間はみんな同じなの？今あなたの町に流れ着いたあの人間があなたが思っているほど悪いやつじゃない可能性は？あなたが出会った人間の中でまともな性格のやつはいなかったの？ちゃんと面と向かってもいないのに、ただ怖がってどうするのってこと？それは、ああ、確かにいたね。話が通じる人間もいたし、私より賢いやつもいた。でもそれはほんの一握りだったんだ。私が出会った 99% の人間はみんな邪悪だったぞ。刑務所みたいなところで過ごしたんだし、そういう環境ならそうなるのも無理はないんじゃない？あなたたちを捕まえて閉じ込めたやつらの中にいただけなんだから。それは、個体ごとに性格が違うのは常識よ。魔女たちの中にもバカがいるし、妖精たちの中にも賢いやつがいる。それをちゃんと見極めて利用できるかどうかに全てがかかっているのよ。だからしっかりしろってことよ。あなたには私と一緒に進めなきゃいけない計画があるんだから、こんなことで大騒ぎしないでよ。やっぱり文明レベルが低いだけでこいつは結構賢いよな。後で裏切るタイミングを見極めないと。何か言った？なんでもない。すごく参考になったよ。そう、参考になったならよかった。それでこれからどうするつもり？いいアイデアでも浮かんだ？大体はね。まずぶつかってみるしかないな。その人間がどんな人間なのかちゃんと見極めてみるよ。鎮圧班隊長？ここで何している？市長殿？人間の迎撃準備が完了したであります。今は出動のご命令を待っています。どこかで震えているかと思ったらちゃんと待機してたのか？私は命令さえ下していただければそれに従って動くのみですから。秘書様からいつでも命令が下る可能性があるので準備しておけと言われました。アメリアが？アメリアのやつやっぱり頭が切れるな。すぐに出動しますか？どうしますか市長殿？まずドローンを飛ばして相手の戦力を把握するんだ。向こうの対応を見て資料を分析班に渡せ。了解したであります。カンナ隊長。はい。確かカンナ隊長はもともと突撃中隊出身だったよな。そうです。最前線で戦う無敵突撃。人間どもに真っ先にやられてしまったのですがそうだな。君と私は出身が全然違う。カンナ隊長は前線の軍人出身で、私は研究開発部の軍属出身だ。私の命令に従うことに抵抗はないのか？鎮圧班隊長を引き受けたこと後悔していないか？それはどういう意味でありますか？修正心テストみたいなものですか？おい、私がそんなことで小細工するわけがないだろう。忠誠心テストをするならもっと秘密裏に進める。確かに市長殿ならセキュリティチェックと称して私のパソコンを押収するでしょうね。ああ、そうだ。後悔でありますか。一度もなかったと言ったら嘘であります。でも上官に対する信頼とはいつもそんなものではありませんか？疑わしい命令を受けることも稀にあります。でも軍人は軍人だからこそ
命令違反は本当に悩んだ末の最後の手段であります。通常そういう命令はその時に理解できないものでも後から振り返って納得できるものが多かったですし、軽率に命令違反をして外宇宙の映像に入れられた仲間たちを見て学んだであります。そうか。市長殿の命令は特に理解できないことが多いですが、私健忘されたりしませんよね。さてどうかな。でも市長殿は戦争の英雄ではありませんか？どんなに疑わしくても最後まで任務を遂行します。それはなぜだ？ある意味今の訓練班の先方将校様よりもすごい方でありますから、戦闘軍人ではない意味で私たち全員を救ったんですよ。どんな戦績よりも大きなことを成し遂げた人に従わないわけにはいきません。ほう、そうか。ちょっと気分が悪かったけどいいことを聞いた。減俸はなしにしておこう。ありがとうございます。それとこれですが。これはなんだ？ USB じゃないか。情報班隊長に頼まれたものであります。中に何が入っている？エージェントローネに取り付けた監視カメラの記録をもとに敵軍の情報をまとめたものであります。どれだけ役に立つかは分かりませんが、共感能力があり現代文明に適応しているものだそうであります。対応行動の提案までファイルにまとめられているので一度ご覧になるのが良いかと思います。ほう、そうか。会議を開き直すなんてどうしたんですか、市長様。先ほど拗ねてみっともないカミングアウトをした挙句恥ずかしくて逃げたんじゃなかったんですか？医務班の研修医が随分と鋭いことを言うじゃないか。そうだな。まあさっきは少し弱気だったのは確かだ。認めるべきことは潔く認めよう。だがここにいたやつでそうじゃなかったやつがいるか？意見を出せと言った時にちゃんと意見を出したやつがいたか？みんな同じようにためらって何をすべきかわからなかったじゃないか。その通りです。エレナ様が言いたいことがないように、各班の隊長たちもエレナ様に言いたいことがないんです。みんな同じ小物ばかりですから。おいアメリア、私は違うぞ。会議をわざわざ開き直した理由はあるからな。それが君たちと私の違いだ。わかるか？私は最後には何かしらの策をひねり出すんだ。人間にどう対処するか方法を思いついたんですか？そうだ、もう考えがある。すでにカンナ隊長に命令を下して出動させた。鎮圧班隊長をまた戦争ですか？とりあえず強攻策で行くつもりだ。人間には人間の方式で対処する。あいつらが我々を見るなり撃ち落としたように我々も先手を打つんだ。侵略は我々が先にしたのではないですか？あの時あっちはそれを知らなかったんだよ。我々の意図は侵略だったが実際に最初に攻撃を受けたのは我々の方だったんだ。確かにそうでした。変なプログラムウイルスで我々の宇宙船のインターフェースを破壊してきました。わざわざまた戦う必要がありますか？対話で解決できないのですか？エレナ様、実は資料を確認していなくて急に聞かれたのでごまかしているのですか？ああ、本当に確認したって。だから対話をするんだよ。はい？何を言っているんですか？戦いもするし対話もする。両方やって
両方勝つ。それはどういう無茶苦茶な作戦ですか？戦って我々が勝ったらそのまま人間を捕らえて冷凍する。エイリアスの特殊な環境下で人間をうまく制圧するにはその方法しかない。もし負けたら？負けたら対話する。向こうが対話に応じるようなやつなら、たとえ私たちが大きな問題を起こしても話を聞いてくれるはずだ。どうせ聞いてくれるやつはどんなことをしても聞いてくれるし、聞いてくれないやつは最後まで聞いてくれない。だからわざわざ最初から頭を下げる必要はないってことだ。これはただの運任せの論理ですよね。ちゃんと考えたんですか？対話で解決するなら最初から対話すべきでしょう。よく聞くんだ。私は自分をいいやつだなんて装うつもりはない。そうだな、むしろ悪いやつだと思っている。他人を使い倒して裏切ることばかり考えている。だが知っているか？私は自分の町モナティアムが最初から惨めにひざまずくべきではないと思っているんだ。私が脱出させて連れてきた市民たちに妖精や人間へ頭を下げさせるわけにはいかない。私はここの市長なんだ。対話をするなら私たちを見上げるか、私たちと目線を合わせることだけだ。私たちはエイリアスで住む場所を自ら開拓した。妖精を騙して得た土地と権利だけど、世の中はもともと正しいことだけでは進まない。手段を選ばずに私たちが手に入れたものなんだ。可能なら何でもやるのがこの世界の論理だ。だから私は最大の効率と利益を得る方法を選ぶんだ。口先だけで成功した時にしか通じない言葉ですよね。最悪の場合みんな一緒に滅びるんですよ。失敗しても私一人が滅びる。私が失敗したら私を捨てて裏切れ。人間には私が全て指示したと言え。まあ実際そうだろ。もともとみんなそう考えるし、私も君たちだったらそうするだろうからな。でも私たちが手強い相手だと分からせた後なら、人間も私たちをむやみに見下したり軽んじたりはしないだろう。全て私が考えたシナリオだけどな。エレナ様。いいでしょう。悪くないです。さすがエレナ、侮れない相手ですね。どれだけ同族を救ったというアドバンテージがあっても、指導者に選ばれたのには理由があるはず。よし、じゃあもうみんな言いたいことはないか？私の言う通りに進めるぞ。エレナ様、全班の隊長が同意しました。よし、全会一致。これぞ私のモナティアムだ。エレナ様、カンナ隊長からの無線です。人間と遭遇する直前だそうです。作戦名のコードを発令してほしいとのことです。作戦名フリーダムインターチェンジ開始せよ。